はい、こんにちは、カズモンです。今日はですね、はい、こちらタミヤから来月の7月ですねに発売される予定のラリーカーシャーシの XV02 Pro が入ってます。で、こちらお店用のねサンプルキットとして届いたものなんですけど、今日はこの XV02 Pro を組み立てをして、で最後にね走行もできたらやっていこうと思います。じゃあね、やっていきます。はい、じゃあ早速ねこの XV02 Pro のサンプルキット開封していこうと思います。中にはねこの今回の XV02 Pro のメインシャーシですね、これ。はい、あとはプラスチックのランナーパーツねたくさん入ってます。あとはこの袋にはこういうダンパーだったりね、金属系のパーツね、ネジとかもね、ベアリングとかもね、いろいろ小物系パーツ入ってます。あとはこれラリーシャーシなんでラリーブロックタイヤとラリーディッシュホイールと、あとインナーねタイヤホイール入ってます。あとはこれポリカーボネートのシャーシカバー入ってます。あとはねこれステッカーと組み立て説明書ですね。とりあえず今日はこの組み立て説明書を見ながらね組み立てていこうと思います。これシャーシとは別に乗せるボディと搭載するメカですね。今回僕はこの横ものメカを用意しました。はい、じゃあね早速組み立てしていこうと思います。はい、じゃあまずね最初この説明書のここですね、メインシャーシに部品の組み付けやっていこうと思います。はい、じゃあねこれメインシャーシに部品の組み付けができました。今回これサーボマウント取り付けて、あとこのステアリングポストと、あと前後にこれダンパーマウントかな取り付けました。で今回のこの XV02 Pro のメインシャーシはプラスチックのねバスタブ形状で、触った感じもかっちりした感じでねしっかりしてますね。次はここねステアリングワイパーの組み立てやっていこうと思います。はい、じゃあねこれステアリングワイパーできましたね。こんな感じでプラスチックのワイパーなんですけど、シェードも結構良くて普通に組み付けただけで動きもねこんな感じでスムーズに動きます。次ギアデフの組み立てですね、やっていきます。はい、じゃあねこれギアデフをね作りましたね。これフロントとリアと合計2個作るんですけど、組み立てる際に気をつけないといけないのがこれね、このデフ用のギアはね余分にもう1個入ってるんですけど、これねよく見るとこれ見えるかな、見えんかな、これね数値が書いてあるんですけど標準は39枚なんですよ。もう1個入ってるのがこれ40枚で、要はギアの枚数を多くして前後の回転の比率をセッティングで変更することができます。標準は39枚を前後でつけるんですけど、後ろだったり前だったりに1枚多い40枚っていうのを組み付けることで前後のね駆動比率を変えることができます。四駆のドリフトでいうケツかきみたいな感じですかね。そういうこともできますとね。じゃあ次はフロントアーム組み付けやっていきます。はい、じゃあねこれフロントアームの組み付けできました。下のこれデフカバーっていうのかなにこのフロントのアームを取り付けて、これがここにこんな感じで
かな、つくって感じですね。で、じゃあこれからこのフロントデフを組み付けて蓋をしていこうと思います。はい、じゃあこれメインシャーシにフロントのアームと、あとはフロントのデフですね、組み付けができました。次はね、今と同じような作業だと思うんですけど、リアのアームの組み付けとデフを組んでメインシャーシに取り付けていこうと思います。はい、じゃあね、これリアのアームとデフね、組み付けてきました。フロントと全く一緒ですね。同じように組み付けました。リアのアームだけこの似たような形状で表裏があるんで、そこだけちょっと組み付ける際に気をつけないといけないですね。じゃあ次、ここね、スパーギア組み立てと取り付けですね、やっていこうと思います。はい、じゃあね、これ今スパーギア取り付けて、あとこの前後のねプロペラシャフト取り付けました。最初からこのブルーアルマイトのプロペラシャフトがついててかっこいいですね。はい、次ここね、これモーターの取り付け、スパーギアのカバー取り付けていこうと思います。で、今回取り付けるモーターは、僕はねこれ横モノ03の 17.5 つけていこうと思います。はい、じゃあね、これモーターの取り付けと、あとはこのスパーギアカバーの取り付けができましたね。次はね、これフロントのダンパーステーの取り付けとリアダンパーステーの取り付けやってきます。はい、じゃあね、これフロントとリアのダンパーステーの取り付けができました。あとこの下側にね、これフロントバンパーと、あとリアにもこのね下のこのバンパーなのかなね、取り付けました。じゃあこれもうだいぶね車っぽい形になってきたんですけど、次これフロントの足回りかな、取り付けていきたいと思います。はい、じゃあね、これフロントの、ね、足回りの取り付けができました、ね、こんな感じでスムーズにね動くことをチェックして組み付けてもらえばいいと思います。基本的にタミヤの車、そのまま組むだけで綺麗に動くようになってるんで大丈夫だとは思いますけど、ね、チェックしながら組んでいきましょう。今度後ろの足回りの取り付けやっていきます。はい、じゃあね、これリアの足回りも完成しました。今回この XV02 Pro はこれちゃんと前後ともね、これユニバーサルシャフトが標準で装備されてますね。次これダンパーの組み立てやっていこうと思います。ちなみに今回これダンパーもちゃんと標準でアルミのねオイルダンパーがついてます。じゃあね、ダンパー作っていこうと思います。はい、じゃあね、これフロントダンパーとリアのねダンパー組み立てができました。これ今回ツーリングカー用のダンパーに比べるとダンパー長が長いロングのダンパーがついてますね、前後とも。はい、これバギーカーのようにね、これストロークも結構長めに動きます。
次はこれメカの取り付けねやっていこうと思うんですけど、はい、今回一応これ横ものサーボとアンプ用意しましたね。まあ僕プロポは3話使ってるんで、この3話の受信機ね積んでいこうと思います。じゃあやっていきます。はい、じゃあねこれメカの取り付けができました。今回ヨコモのブラシレスモーターとアンプを取り付けまして、あとはこれねリポバッテリー取り付けました。こんな感じでバッテリーはねこれ縦に見えるかな、縦に搭載されて、バッテリーの横にここにサーボがあります。この右フロントにこれモーターがあって、後方にアンプがあるって感じのレイアウトになります。あとはメカを搭載してからこのねバッテリーカバーね、バッテリーの取り外しはねこういう風にするんですけど、こんな感じでねバッテリーカバー取り付けましたね。よいしょ。次はタイヤ、ラリーブロックタイヤ組み立てて取り付けていこうと思います。はい、じゃあねこれタイヤの取り付けができました、ね、こんな感じで。次はねこれボディマウント取り付けていこうと思います。はい、じゃあねこれ前後のねボディマウント取り付けて、シャーシの方がね完成しましたね。あとこれ好みでいいと思うんですけど、シャーシカバー、オフロードで走行する場合はシャーシカバーを取り付けた方が石とか砂が入りにくいと思うんで、これもね取り付けていきたいと思います。はい、じゃあねこれシャーシカバーをね組み立てて、で今これ取り付けまして、シャーシ XV02 プロが完成しましたね。はい、だいたいここまで出来上がるのに約6時間かかりました。綺麗にできたと思います。はい、であとこの XV02 プロに合わせてボディも用意して、シャーシに合わせてフィッティングもしました。早速ねこれ今から走らせてね遊んでいこうと思います。はい、じゃあね早速この今組み立てたばっかりの XV02 プロをね走らせていこうと思います。で走らせるのに今これ公園に来ました。はい、じゃあねやってきます。よいしょ。動くかね。おお、結構音静かだね。ね意外と音が静かな感じでじゃあちょっと砂走ってみますか。ダートね走ってみましょうかね。よいしょ、いくよ。いいね。結構足がふわふわ動いてる感じするね。うん、かっこいい
ね、よう走る。うわ、汚れ具合が汚れ具合がラリーカーっぽいけどすごい。結構走ってて見てるとこう車がロールしてるのがわかるね。ロールしながら走ってるっていうのかな。ねえ、ラリーカーっぽいね、動きがいい感じ。はい、ということでね、今回はこちらのねタミヤからね、来月の7月発売される予定の XV02 Pro ね、お店に届いた、サンプルキットなんですけど、組み立てて走行していきました。本格的なラリーカーシャーシってこともあって、オフロード走行が楽しめるんですけど、最初からアルミのダンパーだったり、あとはユニバーサルだったりベアリングだったりっていうねオプションも搭載されてるんで、もうこのキット買って、あとはボディとメカがあれば本格的なラリー走行が楽しめるキットとなっています。でこれね、今公園で走らせてきてコンプレッサーで掃除しただけなんですけど、シャーシカバーがついてたこともあってだと思うんですけど、すごい綺麗ですよね。オフロードを走っても、軽く掃除してあげればこんなに綺麗になりますね。でこのね XV02 のサンプルキットなんですけど、この、動画撮った後にこのままねラジコン天国名古屋店の方に展示しとくんで、発売前にねちょっと見てみたいなっていう方は是非ねお店の方にも足を運んでもらえれば見ることができます。はい、そんな感じでね、今回の動画いいと思った方は是非チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。結構硬いね。これ取っとるの腹が映るよいや、素のリアクションをしないよね。腹が映るダンパー標準のアルミがついてる。確かこれ、いいねこれね。長いしね、長いもんね。なかなかまとまった感じだね。